はい、ということで今回草刈り用の飛散防止ガードを自作してみました。自分ナイロンコードで草刈りするの好きで、できるだけ草刈りはナイロンコードだけで済ませたいっていう願望があるんですけれども、っていうのもナイロンコードって一気にバーッと草刈りできるんで楽なんですよね。ただやっぱ飛散がものすごいっていうことで、前々から住宅地とか車の近くでナイロンコード使う時にこれどうにかならんもんかなと思ってたので、ちょっと今回これを作ってみたっていう、そういう経緯があります。これがですね、もうホームセンターだけで手に入れたもので作りました。メインはこれプラダンですね。プラ段ボール、プラスチック段ボールでこういった広範囲の飛散を防止するように、ホームセンターで買える一番でかいプラダンを2枚買って、それをそれぞれ2等分して、全部で4つこれを用意しまして、今回ハトメでこの辺りがビッとタイダウンした時に切れないようにちょっと補強したんですけれども、このハトメの金色の部分ですね、これをリピートタイでこうつなげるっていう、それだけのものです。意外とこういうものなかったのでちょっと自作してみたんですが、これいろんなところで草刈りする時も気軽に持っていけるので、自分で作っといてなんなんですが、かなり気に入りました。これなんかいい名前ないかなと思ったんですけど、わさびシステムと名付けました。これならですね、簡単に畳んで持ち運べるので、軽自動車の荷台にも多分これ乗ると思います。軽トラには余裕で積めましたね。しかもこれこういう風に開くことで、下に濡らしたくないものとか汚したくないものとかこう中に入れとけるっていうところで、普通にカバーの役目も果たせるかなっていう風に使ってて思いました。はい、でこのリピート体を使用することで何がいいかというと、これさっきの草刈りの後半でやったんですけど、こんな感じでそれぞれ分離できるんですよね。なのでこう分離して持っていって、現場でこうやってリピート体を取り付けて連結させるとか、そういった運用もできるようになります。個人的にはこのハトメがですね、今回3箇所ずつ、片側3箇所ずつつけて連結させるシステムにしたんですけど、これめちゃくちゃ気に入ってます。2箇所だけだとちょっとふにゃっとなっちゃってうまく立たなかったんで、3箇所にしたらピシッと立つようになったので、これやってよかったなと思いました。この金色もですね、この黒に映えてなかなか気に入っております。ただですね、このハトメをやるには、このハトメのこの材料もそうなんですけれども、こういったハトメパンチっていうんですかね、ギュッとやるやつ、これも必要になるので、ちょっとコストが増加してしまうっていうデメリットはあるんですけども、これはもともと自分持ってたので、今回これを買っただけですね。はい、リピートタイもすでにあったので、買わずに済んだんですけれども、今回やってみて分かったんですが、これ4枚やったらですね、かなり広い面積もカバーできるし、こうやって蛇腹にしてこう立たせることによって安定するんですけれども、3枚だとパタッと倒れちゃうところも4枚、こうやってやることで安定して自立してくれるので、それも良かったですね。でそれ加味するとですね、自分みたいにこれ後々取り外すのを目的としてこれ作ったんですけれども、あらかじめこれガムテープかなんかでここを留めて、ガムテープで蝶番にするみたいな風にすればですね、本当にこのプラダン2枚とガムテープ台でなんとか作れちゃうと思います。このプラダンもですね、大きいやつを切断してこれ2枚になってるんですけど、最初はこれで1枚だったんですよ。でこのでかいので900円とかだったかな。なので2枚買っても2000円いかない、そこにガムテープ買ったとしても2000円いかずにこれ作れると思うので、もしこれいいじゃんと思った方はぜひ作ってみてください。はい、飛散をかなり防止することができました。ただですね、これ使ってみて1点ちょっとここがなと思った点ありまして、っていうのもこれプラダン結構軽いので、風が強い日にやるとこれ多分普通に吹っ飛んでっちゃうと思います。今日もちょっとそよ風みたいな風が吹いてたんですが、この蛇腹をですね、ギザギザが甘い状態、なんていうんだろう、この広げちゃうとですね、安定性悪くなるので、ちょっとした風が吹いただけでパタッと倒れちゃう時が1、2回ありました。なのでちょっとこう蛇腹の角度をですねつけて、なんか屏風を立たせるみたいな、そういうイメージですね。そういう感じで立たせるとちょっとした風ぐらいだったら大丈夫だったんですが、要は風に弱いっていうことですね。はい、ただそれ以外はですね、これ軽いし、こうやって畳むとこれだけコンパクトになるので、車にも簡単に積めるようになります。なので今度自分草刈り仕事行く時はこれ絶対持っていこうと思います。常用の草刈り機積んでハイエースに積んで持っていく時も
多分下かどっかにスッと入れられるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そのあたりはまた運用しながら動画うまく撮影できたらまたオンエアしたいと思います。はい、ということでこのわさびシステム、これ作る時に必要だった材料はですね、概要欄の方にリンク貼ってありますのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回は飛散防止ガードを自作してみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。